Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Gaku Wuma Galume 15 des. Let's get it started. 1. Kitaichi Joe. Japanese Ramen Noodle Lab Q. 今は整理券制度になったみたいだけど、この頃の行列はすごかったね。味のクオリティも価格的にもワンランク抜きんでたラーメンって感じ。そうなの？中華そばのスープ、チャーシュー、メンマどれをとっても日本のトップレベルと言っても過言ではないと思いますよ。マニアもさることながら同業者業界が注目するレベルかと思いますね。麺は賛否分かれるところかな。でもそんなすごいんだ。やっぱりチャーシューで店一軒できるレベルかと思います。価格的にもねスペシャルなラーメンだと思いますね。しょっちゅうってわけにはいかないかな。ラーメン界のうなぎってとこですかね。うなぎ？なんと大学生時代一風堂のバイトがきっかけでラーメンの世界に興味を持つようになったんだって。しかもラーメンとプロスノーボーダーの二刀流だってかっこよすぎじゃない？すっごー。スノーボードで世界を見てきた男ダンサー。やっぱり海外進出をイメージしたラーメンだったんね。間違いない。すでに逆輸入みたいなラーメンテイストだもんね。これは世界に羽ばたくべきラーメンですね。あらー、キューちゃん素敵。2. Pondor Li Ji Yunana Cho Mei. Ichimonji Curry 10. 日本のカレーの頂点に一番近い北海道が誇る欧風カレーですね。二刀流はお休み中みたいね。今はルーカレーのみ。あれ、そうなの？やっばい、スープカレー幻になっちまう。食っときゃよかった。超わかりづらい立地の狭小店舗ながら素晴らしいポテンシャルを醸しています。ここ20年ぐらいずっと荻窪のトマトさんが日本ナンバーワンなのですが、ナンバーワンの座に君臨し続けるってすごいね。でも一文字さんも負けてへんで。この一文字カリー店がもし東京にあったらトマトさんをしのぐかもしれませんね。すっごい。味的にはおじさんはどさんこびいき抜きで一文字さんの方が好きです。トマトさんも大好きで崇拝してますけどね、やはり北海道のカレーです。じゃがいもがうまい。そうそう、美味しい。カレーにじゃがいもはいらない派だけど、あれはいる。絶対に。野菜カレーに入ってんだっけな。そうそう、素揚げしてあるのかな。美味しいよね。ここんちは駐車場が困るんだよね。あるんだけど2台分かな。しかも軽自動車限定なんだよね。ですので強引に止めちゃわないように注意してね。Google マップで辺りの駐車場の目星をつけていった方がいいですね。向かいの施設とかに止めると大事になる可能性があるようですよ。気をつけて。3. Kataji Uni Joe. Sushi no Awamasa. どこの町でも回転寿司を探すのがメシタビーズですが、札幌に関しては見出せないでおります。内緒ですが根室花丸さんにいつも行ってます。ネタもいいしごぼうの天ぷらもあるしね。対抗策として魚政さんは素晴らしいですね。サクッといって単品でちょっとつまめるし、何より気張らずに入れるのが嬉しい。握り寿司屋のカウンターでお好みで食べてる感覚、これいいですね。市場の中ならではのライブ感。逆に札幌市民は行かないもんね、市場なんか。これは東大元彼氏ね。東大生と付き合ってたの？ 4. Keikusui. Issei no Joe. 菊水にあります。昭和感半端ない佇まいの伊勢の城さん。なくなってほしくないですね。こういう雰囲気の場所は昔赤線だった雰囲気醸しつついい感じです。いやー、青唐辛子が効いた辛口白菜ラーメン、これ癖になる。鶏ベースの醤油スープがあっさり系で好きです。青唐辛子うまいよね。優しいけど青唐辛子がピリッとパンチ効いてていい汗かかせていただきました。ここは朝ラーもやってるのも嬉しいよね。なんだ、締めラーメンにちょうどいいけど菊水で朝まで飲める店あんのかな？オープン8時よ。それ無理だ。朝8時まで飲める店がないわ。いや、そっち。 5. Manami Gyukyu Joe. Cafe Blue. パンケーキ史上2番目に好きなパンケーキです。
2番目？おじさんはパンケーキも結構食べ歩いてまして、ビルズのリコッタパンケーキが大好きなのであります。スイーツおじさんよね。ビルは尊敬するシェフの一人で、ビルズはパンケーキ以外にもいろいろ美味しい楽しいレストランだね。最近ちょいちょいあちこちに出しすぎて、ビルズの価値も下降気味。だけど値段は上がる。リコパン今いくらだっけな。1400円だったのに、1800円？高っ。ここのパンケーキは美味しくてリーズナブル。好きですね。どこのにも似てない。青山原宿界隈出てても戦えるパンケーキです。かれこれパンケーキが流行って14、5年？もはや定番だけど、ここのは一味違うよね。どうしてこんなにふわっと軽いのか。サクッとワッフルも美味しいね。札幌で一番お気に入りのカフェだね。6. Manami Gu Rokjo Curry Yakong。なんとこちら食べログ日本4位のカレーでございます。トマト、スパイシーカリーロカ、ボタニカリー、その次がカリーヤコング。すっごー。FIFA ランキングで言ったらブラジル、ベルギー、アルゼンチンの次フランスですからね。フランスクラスですよ。エムバペですよ。ここだけの話ですが、飯旅的には、はムムムなのでね。優しいスープのコングさん、ハイクオリティなスーカレです。チキンの焼き目のパリッと感だったり、食べやすく骨抜きになってるところがですね。かなりポトフ寄りのスーカレでしょうか。そうね、ポトフね。なんかカレーによっちゃったカレー味がするやつとか、しょっぱいやつとか、最近氾濫してるので気をつけてほしいですよね。カレーでしょっぱく感じるのはやばいぐらい塩味入ってますからね。ね、次の日むくみが半端ないのよ。ここのはそんな心配ございません。スープカレー史上一番上品な一品でございます。7. Misono Meni Asaimi。ずーっと探し続けてるんです。これを超える味噌ラーメン。だけど見つからないんでございます。だからすごいサイミさん。いろいろ美味しい進化系味噌ラーメンはあれど、王道味噌ラーメンであれだけ他を寄せ付けないのは凄まじい完成度なのではないでしょうかね。続々とお弟子さんたちが開業してるので、そちらの進化にも期待したいですね。はい、サイミはやっぱりすごいよね。サイミはイチロークラスだね。8. Nishi no Teuchi Soba Taguto。食べログでは北海道ナンバーワンのお蕎麦屋さん。唯一無二の更科の向こう側にある蕎麦がいただけるお店です。衝撃走ったよね。これは新感覚のお蕎麦って感じ？なんだっけあれ。フォーじゃなくて。食い手よね。そう、それに近いかも。あと、せいろ1枚を食べ終わる頃、絶妙のタイミングで2枚目を出してくれるの。あれすごいよね。分割せいろね。あれ大変だよな。めっちゃ牽制されてんだよね、きっと。店員と蕎麦食う客が、俊足一塁ランナーと右投げピッチャーみたいな関係？時々あーたのことがわからなくなる。Anyway、あんなに混んでるのにすごいよね。それがタグトがタグトであるゆえんです。なんとか盗塁決めたいな。9. Manami Hachi Joe Fukulote。ジンギスカンも札幌は美味しいお店が少なくなってる気がしますね。本当だね。他の町が美味しくなってんのかな。ちょっと寂しいよね。庶民の味ジンギが高級になっちゃってね。そうなんだよ。いやジンギスカンはそうじゃねえって。一人前1000円オーバー。いや、ジンギスカンはそうじゃない。円安は輸入肉にも直撃だろうけどね。他の町にはまだまだ安くて美味しいのあるよ。よね。あえて札幌で食べるとしたらここくらいですかね。そうだね。生ラムと個人的にはお初のラムタンがお気に入りです。知らなかったよね。おじさま初めましてのラムタン。塩で食べるとうまいねこれ。安くて美味しいジンギ、これからも探し続けましょう。10. Odori Nishi ni Chome Saira。1975年にオープンした専門店、札幌のソウルフードですね。今や観光客にも人気のサイラさん。このエビカツ考えた人天才。超うまいです。名古屋のコンパルとかセブンイレブンのとかとは違いますよ。ね、美しい、ビューティフォー。この焼きもろこしコロッケも最高。サックサクの衣に感動。焼きもろこしの甘さにまた感動。アメイジングでございます。とにかく種類が豊富。即決おじさんでも迷っちまいました。確かに迷う。店名サイラはフランス語であれもこれもっていう意味らしいからね。すっげえなフランス語。たった3文字であれもこれも6文字も表すなんて。11. Hatsubetsu Fuyusai。
本場沖縄でも指折り間違いなし。いや、ツートップでしょ。点と点さんと。だな、ここの2軒は麺が全然違う。他のお店と全然違うよ。この麺は木灰手打ちといって、樹木が持つ多くのミネラルを抽出して、それと天然塩を小麦粉に練り込み麺を打つという沖縄伝統の製法なんだって。もう一回言って。だから木灰手打ちでも麺の仕上がりはいろいろでね、うどんやきしめんみたいなのもあれば、点と点と風油菜さんみたいなビラビラもっちりタイプもあるんです。どちらも美味しいですな。今沖縄でも木灰手打ちやってるとこ少ないらしいよ。そんな貴重なお店が札幌にあるなんて。スープもこれ上品な高級和食のような味わい。エンドレス飲める系ですね。一体どれだけのカツオをお使いですかってね。五臓六腑に染み渡る優しい味だね。北の大地に本場をしのぐ沖縄そばの名店がありました。12. Manami Niji San Jo. Tabaruna Ra Piazza. 今年で30年目を迎えた老舗、食べるならピアッタさん。変わらずここのピザが好きですね。ここほどクリスピーでフレッシュなトマトのマルゲは食べたことがありません。ほんとフレッシュ。生地も小麦のいい香り。お店の雰囲気も素敵だよね。サイズもでかい。清原の顔ぐらいでかい。清原そんなに顔でかいの？ね、そんなでかく見えないでしょ、六本木で同じバーに居合わせたことがあるんだけど、すんげえサイズだった。VIPルームのドアから顔出してたんだけど、ドアと同じぐらいでかかった。盛りすぎ。ところでさ、なんでマルゲリータっていうか知ってる？知らない。昔イタリア王妃マルゲリータがナポリを訪れた時に、ピザ職人のエファエレ・エスポジトがトマト、バジル、モッツァレラを使ってイタリア国旗をイメージしたピザを献上したところ、王妃がめちゃめちゃ気に入って、そのピザにマルゲリータと名付け、ナポリ名物のピッツァマルゲリータが誕生したんだって。へー、イタリア版日の丸弁当ってことね。13. Manami Ichi Jo. Shugaku Liori Hote. ザンギで有名なホテイですが、私、ここの麻婆麺が好きなのです。汁気のない程よい辛さ。麺にこれでもかって絡んでくるでしょう。ドロッと系で確かに絡む。うまい。この麻婆麺、もともとまかないメニューだったのって。最初は作りすぎてしまった麻婆豆腐を醤油ラーメンに乗せたら美味しいってなって、3ヶ月くらい試行錯誤して今の麻婆麺にたどり着いたんだって。まさに棚から生ハムトップしたら入っちゃった。間違ってポチったけど意外とお気に入りのおじさんのパンツみたいじゃないか。そうなの？今じゃザンギと並ぶ人気メニューだもんね。おじさんはその麻婆を拝借してライスにオンするのが楽しみなのさ。はいはい、勝手に麻婆丼美味しいよね。ところでザンギってなんでザンギっていうか知ってる？詳しくは分かんない。ザンギの発祥は昭和30年頃、釧路の鳥松が鶏一羽をぶつ切りにして唐揚げしたのが始まり、中国料理の鶏の唐揚げザーチー、ザーギーに運がつくようにと文字の間にを加えてザンギと呼ばれるようになったという、なんとも後付けっぽい話なんだけどね。ザーギーの方につけてザンギでよかった。ザーチーの方につけてザンチじゃ残り物のみたいだもんね。ほら、そういえば昔旭川にってラブホテルあったよね。知らんがな。14. Manami ni Jo. Shinoya. 老舗中の老舗、篠屋さん。さらしなならここでしょう。はい、ザ・サラシナ。私がお蕎麦に目覚めたお店でございます。ここは蕎麦以外に卵焼きも有名なんだよね。そうそう、だし汁がジュンジュワーって溢れ出てくんのよ。へえ、うまそうだけど蕎麦と卵焼きってなんかおじさんにはない文化だな。蕎麦といえば天ぷらでしょう。まあそれもわかるけど、こんちの卵焼きは美味しいんだって。松山千春も札幌にいるときはほぼ毎昼食はここなんだよ。蕎麦イメージないね、千春松山。そうかな。足寄高校主席で、バスケット部ではシュートの鬼って言われてたんだぜ。いや、そっちの方がイメージないっしょ。15. Fushimi. En413. ここよりロマンティックなお店は知りません。初めてお邪魔した時から30年は経過していますが、全く色あせていませんでしたね。ワングレード上の自分になった気分にさせてくれる。高さ的には藻岩山のやや下くらいの感じですが、夜景も綺麗。
藻岩の山頂よりも色っぽく札幌の夜景を見せてくれますね。まあね、ここは酒飲むのが最高なんだけど、交通機関では行くのはちょい大変なんだよね。藻岩山山麓の電停から軽い登山で2、30分くらい？あんな急な坂登んの？それじゃせっかくのデートが台無しじゃん。地下鉄なら丸山公園か幌平橋かな。そこからタクシーで1500円から2000円ってとこかな。すすきので散財するより安くていいね。あんな素敵なバーは絶対にない。確かに。Jakai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Asayikawa Farano Kaiwai des Otanoshimini. See you soon. 松山千春は小高校でバスケット部の練習で75本連続フリースローを決めたことがあるって。すごっ。シュートの鬼って異名がついたって言うんだけど、練習量が半端なかったってことだよね。シュートの鬼って言われるっていうことは。そうだね。やっぱり努力の人でもあるんだね。おじさんもバスケット部だったけど、フリースロー10本打たされて、落とした本数だけ体育館をうさぎ跳びで回らなきゃいけなくって、きつい。でおじさん4本落として、4周させられたんだけど、うさぎ跳びってすごいよね。下半身の感覚がなくなったよね、3周目ぐらいから。そしてね、気がついたらね、おしっこ漏らしちゃったかと思ったの。これ何がしかの出ちゃった感があったんだよね。そんなしたことないからわかんない。監督すいませんトイレ行ってきますっつって、トイレダッシュして、パンツ下げたっけ、ダラーピーそば湯が出てました。こら俺だけじゃなくてね、チームメイトも何人か、それが原因でね、あれ多分うさぎ跳び禁止になったんだと思うよね。成長がどうのこうの、成長の妨げるとかさ、いう口実になってるけど、出ちゃうからなんだよ、あれきっと。そうなのかな。だから普通の距離だったら別に取ったことないんだけどさ、体育館4周って結構な量でさ。その場合はダッシュみたいな感じで走らされてた、うちらは。ダッシュだったら超楽だったよね。毎日8キロはダッシュさせられてたからね。鬼だ。鬼だよ。鬼だ。もう今で言ったら完全体罰系の、もう問題になるようなコーチだけど、やっぱりすごいんだよね。後に日本一になってる監督だからね。すごい。勝つための準備っていうすっごい大事なことをね学んだと思います、あの時に。ありがとうございました。ありがとうございます。同じスポーツでも負け癖がついてるのと勝ち癖がついてるのとじゃあ社会に出てからえらい違うからね、ちょっと真面目な話になっちゃ珍しく厳しさがないと、上手にもならない、ね、強くなれないよね、チームは特それでバスケットの勝つためにはこんだけやっても足りないっていうのを知ってるから、それでも上には上がいる。一郎にしても練習量だね。大谷君もそうだ。新庄もやってないふりしてめちゃめちゃやってたっちゅうからね。そうだね。頑張れ。本当だな。お前若いんだから頑張れって今思っちゃいました。すいません。